気ままな親父の趣味チャンネルです。今回はおじさんが北海道旭川市で雪国用のカーポットを実際に購入した際の見積書について詳細に紹介したいと思っております。北海道旭川市はどか雪は少ないんですが、冬の時期は気温が0度以上にならない日が多いので、なかなか雪が減らないんですよね。そしてしっかり降った日にはおじさん雪かきをしているんですが、いつも腰が痛くなっているんです。おじさんは雪かきが辛かったので除雪業者に依頼しておりました。左側に載せているのが私が実際に契約した除雪のシーズン契約書です。北海道旭川市の除雪代の一例として聞いていただきたいのですが、12月から3月までの4ヶ月間の契約で13万2000円でした。排雪は別料金で4トンダンプ1台で8800円でした。この金額でもかなり良心的な料金なんじゃないかなとおじさんは思っております。実際に年間の除雪代と排雪代合わせまして約15万円でした。毎年15万円かかるならカーポットを設置した方が良いんじゃないかなと思って今回カーポットを設置しました。おじさんはカーポットを購入する上で耐積雪量をどれくらいにしたら良いかと思っておりましたので、気象庁のウェブサイトからその年の一番積もった積雪量について調べてみました。この動画を見てくださっている皆様のお住まいの場所はどれくらいの積雪量でしたでしょうか。おじさんの住んでおります北海道旭川市は80から100センチでした。それを踏まえまして私は耐積雪量150センチのカーポットを購入しました。ただカーポットの耐積雪量カタログ表示は新設での値になります。雪が降ってしばらく経ちますと雪の重みで圧雪されました締まり雪になりまして、そして一度溶けてその後再度凍ったザラメ雪等では重さが異なります。実際に新雪に比べてザラメ雪は約 2.3 倍重くなっているそうです。右側に雪質を考慮しました雪下ろしの目安の値を紹介しております。最新積雪量80から100センチの北海道旭川市でも耐久性を考慮して年1回は雪下ろしをした方が良さそうです。おじさんはどのカーポットの製品を購入しようかなと迷っておりましたら、これらのチラシが旭川で見かけました。これらの業者さんに見積もりをしてもらっているわけではありませんが、チラシでの代金が工事費込みで82万5000円から94万円でした。おじさんはこちらのチラシを参考に YKKAP の G ポートプロ4500 2台用を第一候補の製品として検討しました。 YKKAP の G ポートプロ4500は耐積雪性能が150センチの製品でいろいろなバリエーションがあります。今回私は2台用のハイルーフタイプを購入しました。2台用でも柱の数や寸法、柱の長さなど様々なタイプがあります。ここで注意しなければならない点ですが、まず1点目にカーポットは本体と屋根拭き材を両方購入する必要があります。業者によっては本体と屋根拭き材を別々のメーカーの製品を購入している場合があるそうです。屋根拭き材の色は基本はシルバーですが、ブラックもオプションで用意されています。一例ですが、私が購入したものと同じものをメーカー記載の価格で購入したとしますと、工事費なしで約150万円ぐらいしております。実際この値段で卸しているわけではないでしょうけど、理解しておく必要があると思います。もう1点紹介したいのが搭乗柱です。寒冷地なんかですと地面の水分が凍って膨張して基礎や柱を持ち上げてしまうので、凍結深度よりも深く柱を埋めることによってその影響を避けられるそうです。右下に北海道の主要都市と東北の主要都市の凍結深度を載せておきます。ちなみに北海道旭川市は凍結深度が80センチです。搭乗柱では1メートル以上埋めるそうですが、普通の柱でも80センチぐらいは埋めるとのことでした。おじさんがいろいろ調べた上での G ポートプロ4500の特徴は耐積雪量150センチでありながら柱の数が4本を
選択できる点、そして旭川で見かけたチラシにたくさん掲載されておりましたので、業者がおすすめしている製品であるんじゃないかなと思われる点、柱の高さもハイルーフを選べる点や、デザインもシックな感じでおじさん好みの製品なんじゃないかなと思っております。この後私が見積もりしていただきました3社の見積もり書の紹介をさせていただきますが、その前に私の家は砂利だったので関係なかったんですが、すでにアスファルトやコンクリートの家でカーポートを設置する際に必要な発理工事について触れておきます。発理工事はカーポートを施工する場所がアスファルトやコンクリートの場合に必要な工事で、柱を立てる場所に穴を開けます。アスファルトとコンクリートでは工事費が異なるようですし、柱が多いほど工事費が高くなるそうです。業者によっては発理工事をサービス無料にする業者もあるようです。工事代金の目安はアスファルトで1箇所5000円から1万円、コンクリートの場合は1箇所1万円から2万円くらいのイメージだと業者さんに教えていただきました。コンクリートの工事代金が高いのはディスクグラインダーだけで壊すことができないため手間がかかるからだそうです。それではここから私が見積もりしていただきました3社の見積もり書を紹介します。1番目の見積もりの業者さんなんですが、こちらは住宅エクステリアネット販売業者さんです。こちらはウェブで見積もりを依頼した後、旭川の提携業者さんが現地調査で来ていただきました。こちらの業者の特徴を私にとってのメリットとデメリットを記載しております。メリットですが、まずネットで見積もり依頼ができることだと思います。また販売実績が豊富なため信頼できるんじゃないかなと思いました。それ以外にも工事の施工業者を選択できる点や、保証が充実している点、カーポート以外の商品も一緒に検討できる点も良い点なんじゃないかなと思いました。反対にデメリットなんですが、一言で言いますと高いということだと思います。実際に見積もり書をいただきましたが、耐積雪量150センチのセミハイルーフのカーポート G ポートプロ4500が工事費込みで111万5000円でした。そして今回アスファルトの工事の見積もりも一緒にしていただいたんですが、65万3000円と私が契約した業者よりも高かったです。ですのでおじさんは予算に余裕がありませんでしたので、こちらで契約しませんでした。次に見積もり書を紹介する業者さんは大手ホームセンターさんです。こちらのおすすめのカーポートは北海道帯広市が本社の中川製作所のカーポートでした。メリットは柱がスチールのため耐積雪性能が200センチ、そしてスチールカーポートなのに安い点だと思いました。実際見積もり書を見ていただきますとお分かりいただけるんじゃないかなと思いますが、 NS2000 というスチールカーポートが工事費込みで83万5000円でした。そして限度はあると思いますが、柱の長さを高くしても価格が変わらない点や、スチールなので強度も高い点も良い点なんじゃないかなと思いました。また近くにもあるホームセンターですので気軽に相談が可能なんじゃないかなと思いました。反対にデメリットは、1番はカーポート施工業者が札幌だったことだと思います。またアスファルト工事業者の関係で工事するのに時間がかかる点、地元の業者ではありませんので問題が起こった時の対応に不安があるんじゃないかなと感じました。柱がスチールですので防錆加工はされているようですが、それでも錆の問題があるんじゃないかなと思います。個人的にはおじさんの家の外に電気水道がありませんでしたので、その解決策を示してほしかったですね。ちなみにカーポート工事で水を使いたい理由は、作業の後汚れますので清掃に使う、またモルタルを作る時にも必要だそうです。電気につきましてはモルタルを作る時に電気を使うとか、またそれ以外の工事機械で使うためだそうです。こちらの業者さんはスチールカーポートで価格も安く魅力的だったんですが、アスファルト工事も同時に実施したかったですので、こちらで契約しませんでした。ただスチールカーポートを検討されている方にはおすすめなんじゃないかなと思いました。最後に紹介する見積もり書をいただいた業者さんは、おじさんが契約した業者さんです。その業者さんに
業者名を紹介してもよいか許可を取った上で載せております。私がこの業者さんにカーポート工事の依頼をした理由ですが、まず1番目に安かったからです。実際に右にお示ししております見積書を見ていただければお分かりいただけると思いますが、対積雪量150センチのハイルーフのカーポート G ポートプロ4500 2台用が工事費込みで80万3000円でした。おじさんはハイルーフのカーポートを購入しましたが、標準サイズの同じカーポートであればさらに5万円安かったようです。またアスファルトの工事費も48万4000円でしたので、良心的な価格なんじゃないかなと思いました。この業者さんは工事費が安いだけでなく融通が利く点も良い点だと思いました。具体的には工事作業中のおじさんの自家用車を会社の駐車場に置かせていただいたり、家の外に電気水道がないと伝えたら業者さん自身で用意しますと言っていただきました。また他の業者さんが契約してから工事開始までかなりの期間をいただくと言われましたが、こちらの業者さんは契約してから約3週間後には工事をしていただくことができた点も良かったんじゃないかなと思います。そして何より旭川の地元の業者さんですので、何かあった時にはすぐ来てもらえる安心感もあったんじゃないかなと思います。そんな具合に今回は見積もりを3社に依頼させていただきまして、最終的にカーポートを満足して契約することができました。おじさん、この動画を作成して改めて思ったんですが、やっぱり複数社に見積もりをしてもらうことは大事なんじゃないかなと改めて思いました。この動画がカーポートを検討されている方のお役に立てていたら、おじさんとても嬉しいでございます。これで今回の動画は以上になります。今後も北海道の北部の情報を中心に紹介してまいりますので、チャンネル登録並びにグッドボタンよろしくお願いします。おじさん、今年の冬は腰痛くならなくて済むかな。